こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は最強の万能ストマトというものをご紹介いたします。いろんなお料理にちょい足しするだけで全てが健康レシピになるというとっても重宝するアイテムです。トマトが赤くなると医者が青くなるということわざがあるように、トマト自体にも素晴らしい健康効果いろいろあるんですけれども、それをただお酢で漬け込むだけではなく、トマトの強みであるリコピンの吸収を最大限に良くしてあげる調理法、そしてお酢と掛け算することで得られる素晴らしい健康効果、そのあたりも詳しく解説してまいりたいと思います。今までもお酢を使った様々なレシピご紹介しているんですけれども、これから暑くなる季節に向けてまさにぴったりの一品です。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。今回はまず調理法についてレシピをご紹介してまいります。作りながら調理の過程でどのように健康効果が高まっていくのかというのをお話しします。そして最後にこの万能ストマトの健康効果まとめてみたいと思います。万能ストマトの材料はこちらです。まずトマトなんですけれども、できるだけ赤くて熟しているものの方がリコピンが多いのでおすすめです。またプチトマトの方が甘さもしっかりしていて味が濃いので美味しく仕上がると思います。お好みのトマト見つけてみてください。そして玉ねぎです。この玉ねぎが入ることがポイントで、玉ねぎ、ニンニク、ネギ、それらの野菜に含まれる独特の辛味成分がありますよね。それが加熱をするとスルフィド類というものに変わるんですよ。で、それがトマトと一緒に合わさることでリコピンの吸収が良くなります。これポイントなんですね。なので今回玉ねぎですけど、もしお好きだったらニンニクとか使っていただいてもいいと思います。そしてお酢です。今回は米酢使っていますけれども、リンゴ酢とか黒酢とかお好みのお酢をお使いください。そしてオリーブオイルとお塩です。お塩は一応軽く味をつけるという意味がありますが、もし使いたくなければ、これは別に栄養的には関係ありませんので、お好みで調整してください。まず材料の準備です。トマト食べやすい大きさにカットしていきます。結構小ぶりのプチトマトであれば半分でもいいし、一口大ぐらいが使いやすいと思います。大きいトマトを使う場合はざく切りにしてください。でこのトマトのリコピンというのは加熱をした方が吸収が良くなるそうです。しかも油で加熱をすることでトマトのリコピンがトランス体というものからシス体という吸収のいい形に変換されるんですね。リコピンをしっかり取りたいんであれば断然油で加熱した方が効率がいいということなんですね。はい、そして次玉ねぎです。先ほど申し上げましたが、玉ねぎやニンニク、ネギなどこのツンとする辛みの成分ありますよね。油で加熱をしてあげることで、スルフィド類と言われる物質に化学反応を起こすんですね。で、そのスルフィド類がトマトのリコピンと一緒に摂ると、さらに吸収を助けるということなんですね。よく考えたら、トマトソースってトマトとニンニクとか玉ねぎとかそういうものを油で炒めて煮込んだものになりますよね。トマトの栄養で考えると非常に効率よく取れるレシピなんですね。はい、準備は以上です。それでは最強の万能ストマト作っていきます。まずオリーブオイルです。米油とかお好みの油使ってください。そしてまず玉ねぎを入れて、玉ねぎの辛味成分をスルフィド類というものに変えていきます。まさに科学の実験みたいですね。ニンニクの場合はいい香りがしてきたぐらいが目安になります。玉ねぎの場合も辛味成分を飛ばしてあげるようなイメージなので、ちょっとしんなり火が通ってきたぐらいがちょうどいい頃合いになります。はい、玉ねぎが炒まってきました。この状態でトマトを入れてあげます。トマトのリコピンがトランス型からシス型に変換していくところになります。さらに
この玉ねぎのスルフィド類が脂質体になるのを助けるというね、相互の関係になってきます。トマトの消化吸収も加熱をしてあげた方が良くなりますので、全てがね、相乗効果なんですね。トマトからもね、少し水分が出てきてしんなりしてきますが、粒がね、残っている状態で構いません。お酢を入れていきます。で、少しね、ここで火を強めにして、お酢の酸味をね、まろやかにしてあげます。今すごくね、ツーンとしてるんですけれども、加熱をすることで少しね、酸味がまろやかになるんですね。お酢の酢酸は加熱をしても有効ですので、少しお酢をね、加熱することでマイルドにしてあげるのも食べやすくするポイントです。はい、そしてお塩が入ります。あとはトマトから自然に栄養成分が溶け出してくるのを待つような感じで煮ていきます。このお酢の中に玉ねぎの栄養、そしてトマトの栄養、すべて溶け出してきますので、このストマト、いろいろなものにぜひ活用していただきたいアイテムです。トマトが柔らかくなってきました。軽く押すだけで潰れちゃうぐらいトマト柔らかくなりましたので、火を止めていきます。全体に少しとろみついてる感じですけれども、こんな感じでトマト完成です。保存期間、冷蔵庫で1ヶ月は全然問題ありませんのでね、いろいろなお料理に活用していただきたいと思います。万能ストマト、ちょっとお味見をしてみたいと思います。このままだと若干酸っぱいとは思うんですけど、これ自体のお味見を皆さんにお伝えしたいと思います。私の顔をご覧になって皆さんわかると思うんですけれども、酸っぱくて顔が歪んじゃうほどの酸味というのはなくて、トマトの甘みとか旨みがぎゅっと凝縮している感じで、とっても食べやすいです。もちろんお酢も入ってるんで、酸味もしっかりあるんですけれども、とってもジューシーで、またトマトのね、フレッシュ感もあってね、美味しいです。もちろん食前にとっていただいてもいいし、おかずとして一緒に召し上がっていただいてもいいと思います。お酢を使ったものを一品プラスするというだけでも、糖化予防にも役立ちます。これから暑くなる季節ですので、冷やし中華とかそうめんとかお蕎麦なんかにちょい足ししていただいても、新しい美味しさで楽しんでいただけると思います。少し薄味のお塩がついてますので、お魚やお肉にお野菜にかけたりしてもいいし、納豆に加えちゃってもいいんですよ。いろいろなものにちょい足しして大さじ1杯ぐらいずつ取っていただくといいと思います。あと、簡単アレンジもご紹介したいと思います。炒めたお肉にストマトを入れて軽く煮込むだけなんですけれども、お肉を柔らかくする効果もあるので、とっても簡単で美味しく仕上がります。それでは鶏肉のストマト煮作っていきます。まずお鍋に油を引きます。そして一口大にカットした鶏もも肉を入れて炒めていきます。お肉が炒まってきたらストマトを適量加えます。キッチンペーパーで落とし蓋をして、さらに蓋をして弱火で10分ほど煮込んでいきます。お肉に火が通ったら煮汁を煮詰めるようにしながら、味付けとしてお醤油を適量加えていきます。お肉に煮汁が絡むような感じで軽くとろみがつけば完成です。最後に最強ストマトの効果についてお話をします。トマト×お酢ということで、いろいろな効果あるんですけれども、まず疲労回復、美肌効果、内臓脂肪減少、それによってダイエット効果もあります。それから血糖値のコントロールにも役立ちます。血糖値が気になる方もぜひお試しください。今回はトマトのリコピンがしっかり取れるというストマトということなので、トマトの効果がさらにいろいろな健康効果をプラスしてくれるんですね。代表的な栄養素であるリコピンは悪玉コレステロールを減らすので、血流を良くしたり動脈硬化を予防して血圧を下げる効果もあります。高い抗酸化力があるので老化予防にも効果的です。リコピンはメラニンの生成を抑制する効果もあるので、これから夏場にかけての紫外線によるシミそばかすの予防にも、日焼けなどによるダメージケアにも役立ちます。
これからどんどん出回ってくるトマト、夏に向けてぜひ健康管理にお役立てください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。